右大将殿、申し上げます。野原城がヘンリクと夜明けの騎士率いる銀のフクロウどもに包囲されております。急いで野原城へ戻るぞ。その体では無茶です。俺様も見てるだけで気絶しそうなんだぞ。うるせえ、傷なんかに構ってられるか。どうせこの砦も囲まれてる。転移魔法が使える隊員を、王冠士を呼べ。空間転移魔法で全員一気に野原城まで。右大将殿のおっしゃる通り、それが最速で我らが野原城に戻れる方法。しかし城まではかなりの距離がある。空間転移は肉体、そして意識までもを霊素に変換し、目的地で再び再構築する術。病や傷がある者には多大な負担がかかります。いかに右大将殿でもそのお体では長距離の空間転移には耐えられません。王冠士には動ける兵のみを転移させ、我らは陸路で騎乗しましょう。バカ野郎、んな悠長なこと言ってる場合か。城を包囲してる銀の袋の中には夜明けの騎士がいるんだろう。だからこそです。悔しいが夜明けの騎士は非常に手強い。たとえ右大将殿でも満足に魔石器も握れぬ状態では牙を抜かれた魔獣も同じ。それがわからないあなたではないはずだ。あなたが鍛えたこの衛兵たちと稀の朝間を信じましょう。きっと我らが駆けつけるまで持ちこたえてくれます。わかった。くす。皆の者、撤退だ。衛生兵は負傷者の手当てを、王冠士は動ける隊員を大至急野原城へ転移せよ。急げ。右大将殿と私は陸路にて騎乗する。野原城、稀の朝間を頼んだぞ。お前たち、夜の祝福あれ。右大将殿が城を離れる気を虎視眈々と狙っていたか。卑劣な人間どもめ。子分、俺様たちどうしたらいいんだぞ。よし。なんなんだぞシルバー、急に自分のほっぺた引っ叩いて。落ち込みうずくまっていても状況が好転することはない。俺たちに何かできることはないか考えなくては。俺たちに何かできることはないか考えなくては。ああ、そうだな。山での鍛錬では道が土砂や倒木で塞がっていることがザラだった。思考停止し立ちすくめば刻一刻と日は落ちる。場合によっては二次災害に巻き込まれる可能性も高い。引き返すにせよ迂回するにせよ、決断は早ければ早いほど生存率は上がる。生きてさえいれば後でどうにかなる。毎日のように聞かされてきた言葉だ。ああ、それが僕たちの師匠の教え。リリア様をなるだけ安全かつ迅速に野原城までお連れしなければ。城を囲む銀のフクロウの包囲を突破するのなら飛行術しかないだろう。まずはほうきの調達だ。食料や医療品などもあればいいが。砦の中を探してみよう。カントツ、グリムも手伝ってくれるか。バウル様、我々は物資を調達してきます。いや、貴様らは降伏するがいい。我々の任務は失敗だ。右大将殿が貴様らに同行を許した時とは状況が何もかも変わった。行け。右大将殿が守ってくださったその命無駄にするな。しかしここに残ったのはほんの数名の隊員だけではありませんか。貴様らに心配されるまでもない。第一、人間である貴様らには銀のフクロウと戦う理由などないだろう。戦う理由ならあります。何？俺はバンルージュ殿が守ってくれなければ命を落としていたかもしれない。彼は命の恩人です。何としても生きていてほしい。理由など他に必要ありません。人間か妖精かは関係ない。バウル様、
僕もシルバーと同じ気持ちです。我らが砦から出てくるのを虎視眈々と狙う鉄の者どもを突破し野原城まで駆けつけるのは生半可なことではない。貴様らを気にかけている余裕などないぞ。ご心配には及びません。僕らの師匠の教えに恥じぬ働き、ご覧に入れましょう。人間のくせになぜそこまで。命知らずめ。ならば好きにするがいい。私は忠告したぞ。ありがとうございます。急いで必要なものを揃えるぞ。もたもたするな。ああ、バルガスの補修で鍛えた俺様の華麗な飛行術見せてやるんだぞ。待てセベク、まだ砦の中に鉄のものが潜んでいるかもしれない。気を抜くな。ふん、そんなことは分かっている。グリムと監督生は僕の後ろを離れずついてこい。はあ、そんなこと言っていいのか。俺様の前に立ってたらうっかり炎で尻を焼いちまうかもしれねえんだぞ。静寂な貴様らを守ってやろうというのに。今の音は地下からだ。親父殿たちを狙う鉄のものか。ふん、おじい様たちの手を煩わせるまでもない。僕たちが成敗してやろう。それに城や砦の地下には厨房や洗濯室があるのが定石だ。ほうきなども置いてある可能性が高い。行くぞ。このドアの向こう、人の気配がある。監督生たちは下がっている。行くぞシルバ。命だけはお助けください。私たちはただの雇われ料理人で。ああ、なんだ、あなた様でしたか。驚かさないでくださいまし。もう妖精どもをやっつけてご帰還されたんで。いや、さすがです。妖精を？あなたたちは何を言っているんだ。あんた、よく見て。この人、あのお方じゃないよ。本当だ。よく見りゃおぐの色が違うじゃねえか。他人の空に。じゃあやっぱり茨の国の妖精。おしまいだ。ああ、もうすぐ生まれる孫の顔が見たかった。待ってくれ。俺たちはあなたたちに危害を加えるつもりはない。探し物が見つかればすぐにここを立ち去るつもりだ。ほうきだ。ほうきを出すんだぞ。魔獣が喋った。大丈夫。グリムは魔獣だが噛みついたりはしない。もう一度言うが、俺たちはあなたたちに危害を加えるつもりはないんだ。怪我人をここから安全に運び出したい。そのためにほうきを探している。怪我人って妖精だろ。ああ、そうだ。あなた方から見れば敵になるのかもしれない。だがどうか力を貸してもらえないだろうか。わかりました。ほうきが置いてある物置の場所を教えます。おい、お前。だってあんた、この子たちをよく見てごらんよ。あたしらの息子よりずっと若いじゃないか。それにあの耳、丸い耳。人間か。じゃあなんで妖精の味方を。そんなの知ったこっちゃないよ。もしかしたら妖精に脅されてるのかも。しかしセベク。僕じゃない。わかるぞ。厨房に入ってからずっといい匂いがしていたからな。違う。監督生じゃないのか。いや、今のはお前だろ。あの轟音聞き間違えるはずが。黙れシルバー。坊主ども腹減ってんのか。違う。ほな、
セベクのせいで俺様の腹の虫まで騒ぎ出しちまったんだぞ。最近ずっと干した肉とか木の実ばっかりだったから。ならさっさと言えってんだ。お前パンとベーコンを包んでやれ。あいよ。急に何なのだお前たち。僕は施しを受けるつもりなど。俺たち料理人は腹が減ってるやつに飯を食わせるのが仕事なんだ。変肉どもが急に出ていっちまって食材が無駄になるところだったし、ちょうどいいや。やったー。ななおっちゃん、この鍋のスープも飲んでいいか？おう、好きに飲んでけ。クリム、貴様緊張感がなさすぎるぞ。最初にでっけえ腹の音鳴らしたやつに言われたくねえんだぞ。ほら、パンとベーコン、それと飲み水も。妖精の口に合うかはわからないけど持っていきな。ありがとう恩に切る。本当に似てる。おいシルバー、無駄口を叩いていないでさっさと物置の場所を聞け。あ物置は上の階の北側だよ。分かった。あなたたちは俺たちが去るまで厨房に隠れていてくれ。驚かせてすまなかった。どうか元気で。セベクがせかすからデザート食い損ねたんだぞ。貴様、ちゃっかりスープを2回もおかわりしておきながら。料理人たちが言っていた物置はこの辺りのはずだが。どうした急に立ち止まって。この鳴き声は。なんだこの部屋、鳥がいっぱいいるんだぞ。そうか、この時代の人間は遠方とのやり取りに鳩やフクロウを使っていたはず。ひどく腹を空かせているようだ。もらったパンを少し分けてやろう。ちっ、鳥に餌などやっている場合か。早くほうきを見つけて。はっ、待てよ、この鳥使えるのではないか。こいつらみんなシュッとしてて食ってもうまくなさそうなんだぞ。そういう意味ではない。おいシルバー、やたらと動物に懐かれる貴様の特技が役に立つ時が来たかもしれないぞ。バウル様、ほうきと短歌を発見しました。それから食い物も持ってきたんだぞ。ご苦労だった。バンルージュ殿の容体はどうですか？まだ戦える状態ではない。しかし祭作の外では今まさに銀のフクロウが右大将殿を討ち取らんと準備を整えているだろう。もはや一刻の猶予もない。覚悟を決めて中央突破に打って出るほかあるまい。私が先頭で道を開く。お前たちは離れず後に続け。バウル様、そのお役目どうか我らに任せてはいただけませんか。なんだと？貴様らに務まるわけがない。あっという間に降り注ぐ鉄の矢の餌食になるぞ。ご心配には及びません。賭けではありますが少々策がございます。策だと？我らが必ず道を切り開きます。バウル殿、どうかバンルージュ殿。何？砦の外がついに動き出したか。鉄の者どもめ。時が来たな。さあ行くぞシルバー。ああ、グリム、監督生、必ず生きてまた会おう。リリアや子分のことは俺様に任せとけ。待て人間。やむを得まい。総員、奴らの後に続け。二人を援護しろ。なんだ騒がしい。気づかれましたか右大将殿。あのガキどもは
どうした？包囲を破ってみせると先駆けに止めましたが、何か策があると。なんだと？あのバカども！行くぞバウル！見てみろ。鉄の者たちが隠れもせずに砦を取り囲んでいるのが見える。100人はいそうだ。対してこちらは10人に見たのに。だが少人数だからこそ奴らの助けがあれば逃げ切れるはずだ。ああ、ファンのお礼にも友達にも声をかけてくれると言っていた。彼らを信じよう。行くぞ。なんだ、口笛の音？妖精のやつら何か仕掛けてくるつもりか。砦の中で震えていればこれ以上痛い目を見ずに済んだものを。いいだろう、叩き潰してやる。総員砦へ突撃！なんだこの音は。なんだ、鳩？なんだこいつら。スズメやフクロウまでいる。こら、俺のマントを引っ張るな。離せ。なんだ森から動物の大群か。何かが鎧の中に入ってきた。リス？耳をかじられた。やめよ、草がたい。ありがとうみんな。恩に着る。鉄の者たちがひるんだぞ。今だ。行くぞカバン。俺様にしっかり捕まってな。突破する。シルバーに続け。逃がすか、指っつがえ。セベク、後ろだ。何？今度はなんだ、コウモリ？リリア様。痛て！このバカだれ、突っ走りやがって。これだからガキは嫌なんだ。申し訳ありません。いてて、つくな。俺は敵じゃねえよ。しかし鳥やリスの援軍か。しまらねえな。俺たちは夜の眷属だぞ。だが悪くね見ろ、バンルージュだ。捕らえろ。おえおえ。まだ自分で飛ぶのはきつい。セベク、てめえの後ろに乗せろ。はっ。全速力で飛ばせ。奴らの追撃は俺が払う。シルバー、援護しろ。はい。しんがりは任せたぞバウル。お任せを、ウダイシコ殿。グリム、それからお前も遅れんなよ。俺様の逃げ足は誰にも負けねえんだぞ。行くぞ、中央突破だ。砦の包囲を抜けたぞ。速度を緩めるな。進め。逃がすか。石でも矢でも何でもいい。奴らを止めろ。ダメです。投石機の縄が全部リスに切られて。いててててててて。鳥が石を投げ落としてくる。なんだ畜生。あばよ、間抜けな鉄の置物ども。待て。見たか、あいつらの悔しそうな顔。ご自慢の鉄の鎧も鳥の糞だらけになって。よくやった坊主ども。右大将殿に頭を撫でていただけるなど身に余る光栄です。
全員無事に脱出できてよかったです。安心するにはまだ早い。奴らも馬を使って追ってくるはずだ。なあ、そう簡単に風なき渓谷を越えさせちゃくれないだろうな。だが今は考えている暇はない。進むぞ。無事でいてくれマレノア。右大将殿、後方より銀のフクロウの騎馬隊が迫っております。やっぱりな。そうあっさり諦めちゃくれねえか。逃げ傷は応急この遺体の治れ。迎え撃つぞ野郎ども。銀のフクロウの者たちは馬を置いて退散したようだな。靴輪をつけたままでは草も食えずにかわいそうだ。外してやろう。おい、手なずけてもいない馬に近づいては危ないぞ。どうお前たち怪我はなかったか。戦いに巻き込んですまない。何、すぐに手なずけただと。僕たちはナイトレイブンカレッジの馬術部に所属しているのです。馬を安心させる方法なら心得ています。その中でもシルバーは特別馬に懐かれやすい。荷物も外してやろう。この荷物救急セットのようだ。手当て用の道具か。でかしたぞシルバー。ありがたく使わせていただこうぜ。ここまで来ればもう追っ手は振り切っただろうか。どうだろうな。俺なら万が一敵を逃した時のことを考えて軍隊を風なき渓谷の手前に配置するぜ。勝ったと思った瞬間が一番の好きですね。そういうことだ。気を抜くなよ。バンルージュの一味だ。迎え撃つぞ。装甲掘削機前へ。右大将殿の読み通りでしたね。しつこい奴らだ。俺が全員蹴散らしてリリア様はお下がりください。ここは僕たちが。それじゃお言葉に甘えて温存させてもらうとするか。どけどけこの得体の皆様のお通りだ。風なき渓谷が見えてきたんだぞ。ふん、飛行術の補修常連の貴様がよく遅れずに僕たちについてこれたな。見直したか。伊達にバルガスにしごかれてねえんだぞ。マスターシェフといい飛行術といい学園での学びがこれほど役立つとは。そうだな。学園に戻ったらより一層授業に身が入りそうだ。さすがにタイの者たちに限界が来ているな。紅ヶ原を一気に飛んできたのだから当たり前か。右大将殿、小休止を取りましょう。仕方ねえな。確かにこのままじゃ野原城にたどり着いても戦えない奴が続出しそうだ。だが取るものもとりあえず退却してきたから食い物も水もねえぞ。パンとベーコンと水なら皆さんの分のご用意があります。おお、でかしたぞ。しかし一体どこで調達した？東の砦の厨房にいた料理人が持たせてくれました。何？人間が？俺たち料理人は腹が減ってるやつに飯を食わせるのが仕事なんだ。妖精の口に合うかはわからないけど持っていきなと。敵に送られた塩でも舐めたい状況だ。ありがたくいただこう。見ろ、この得体の皆さんがお戻りになったぞ。皆さんよくぞご無事で。野原城の方で不穏な動きがあると聞いてます。ここにあるものなら何でも持ってってください。恩に着るぞお前たち。土ぼこりに混じる鉄と油の匂い。川を越えたら野原城が見える。間に合ってくれよ。あれは水の妖精たち。おお、あちこちあった傷が治っていくんだぞ。喉の渇きも癒えていく。ありがたい。ああ、言われずとも分かってる。必ず姫様を助けてみせるさ。見ろ、地面のあちこちにキャタピラーの跡も。草も木もめちゃくちゃになっちまってるんだぞ。まさか銀の袋とこの得体がここでぶつかったのか。
右大将殿、2時の方向に誰か倒れております。あの鎧は転移魔法で先に戻ったこの衛兵か。おい、しっかりしろ。他の者はどうした？皆鉄のからくりと夜明けの騎士に。残ったこの衛兵とマレノア様は野原城に。分かった。俺たちが来たからにはもう大丈夫だ。よく戦ってくれた。ゆっくり休め。夜の祝福あれ。あれは竜の懐刀バンルージュ。東の砦で撃たれたはずでは。どうしてここに。右大将殿、新手が。さっさと片付けるぞ。野原城はもうすぐそこだ。あれが野原城。なんと美しい城だ。あそこに若様とマレノア様が。セム君、城の周りをよく見ろ。鉄の鎧のやつらがうじゃうじゃいるんだぞ。例の巨大な掘削機や投石機も城を取り囲んでいる。なんという数だ。城の周辺どころか緑ヶ原を埋め尽くさんばかりではないか。銀のフクロウめ、まさか他の国からも頭数を調達したのか。それほどまでに茨の国の資源が欲しいと見える。金で雇われた傭兵かもしれねえな。よくもあれほどの数を。これだけ近づけば転移魔法を使って移動をしても体への負担は少ないでしょう。しかし野原城の中に入ったとしてどうやって姫様を連れてあの包囲を突破するか。黒林城からの応援を待つ。いやでもたとえ助けが来たとしてもこの状況じゃ焼け石に水だろ。そんな。どうにかしてマレノア様と卵だけでもあの城から助け出さねえと。黒林城を守る霊峰魔の山までたどり着ければ地の利と大気中の豊富な魔力が俺たちの味方をするはずだ。東の砦と違い包囲が厚い。どうやって切り抜けるつもりですか？空間転移魔法は使えない。卵の安全が保証できないからな。飛行術でも脱出も魔法使いと弓の餌食になるだろう。となれば野原城には古い地下水路がある。確か日奥岳から流れる川に繋がっていたはずだ。マレノア様は暗いだのジメジメしてるだの文句を言うだろうが。お世継ぎを安全に運ぶにはそれしか道はなさそうですね。まずあのお姫様に撤退を進言して受け入れてもらうのに骨が折れそうだ。やれやれ。なんだ、急に奴らがざわつき出したぞ。見ろ、城の前にある橋の上になんかピカピカしたやつが出てきたんだぞ。右大将殿、あれは。白亜の鎧、日の光のような金の髪。間違いない。夜明けの騎士。あれがバンルージュ殿がその強さに一目置くという。どうしたシルバー。わからない。急に眠気が。シルバー、おめえ服の中がまた光ってるんだぞ。指が光っている。不思議な魔力を感じる。何なんだその指輪は。わからない。親父との俺の両親が赤子の俺に託したものだろうとだけ。籠城する妖精どもよ。我が銀の袋の旗が見渡す限り揺れているのが見えているか。貴様らはもはや孤立無縁。
逃げ場はないぞ。魔法で声を覚醒しているのか。なんと想像し。これ夜明けの騎士の声か？いや違う。喋ってるのはその隣にいる男だ。樽みてえにでかい体、油ぎった下品な声。あいつは我こそは銀の袋が首領ヘンリク・イシュトバーン。我々は幾度となく茨の国に対して誠実に交渉を申し入れてきた。しかし貴様らはそれを踏みにじった。なんという無礼、なんという傲慢。温厚な我々にも我慢の限界というものがある。すでに語らう余地なし、ただ剣に身を委ねるのみ。見よ、大地を埋め尽くす我らが同胞たちの姿を。貴様らに勝利の道はない。さあ観念して奇跡の魔法石プリンセスグローと野原城を明け渡すがいい。だが我々も鬼ではない。貴様らと違ってな。故に貴様らにチャンスを与えてやろう。姫よ、我らが警備隊隊長夜明けの騎士と1対1の決闘を行うのだ。貴様が名誉をかけて決闘に臨み勝利をつかんだならば、我々は城の包囲を解くと誓おう。30分だけ考える時間をやる。よーく考えることだな。夜明けの騎士と決闘だと？バカな！そんなもの罠に決まっている。うだうだしてる時間はねえ。野原城へ空間転移するぞ。さて、あの魔女はどう出るかな。まあ籠城を選んでも決闘を選んでも俺たちの勝利は変わらない。忘れもしない。野原城を訪れた時に一度だけ見たプリンセスグローのあの輝き。早くあの石をこの手に。石だけじゃない、ドラゴンの卵も手に入れてやるぞ。世にも珍しいドラゴンを基準としてこき使ってやるのだ。なんだ、何か言いたげだな。ヘンリク様、やはりこのようなやり方は。なんだと？どこの馬の骨とも知れんみなしごを拾い育ててやった俺の親父への恩を忘れたか。お父上には感謝しています。もちろんご家族である奥様やヘンリク様、レイヤ様にも。しかし、うるさい！剣技しか能がないお前を役立ててやろうと言うんだ。余計なことは考えず俺に従っていろ。周辺諸国の者は皆強大な力を持つドラゴンにいつ自分たちの町を焼かれるかと怯えて暮らしている。だからこそ銀のフクロウの呼び声に応えこれほどの大軍が集まったのだ。それに奇跡を起こすという魔法石プリンセスグローが手に入れば、不治の病に伏せる親父も良くなるかもしれないんだぞ。レイヤは愛する父の回復を願い毎日星に祈りを捧げている。知っているだろう。高慢な妖精どもは額を床にこすりつけて頼み込んだとて我らに手を差し伸べてくれはしない。ならばこうするしかないだろうが。それは。わざと手を抜くような真似はするなよ。必ず決闘に勝利するんだ。我々人間と親父
そしてレイヤの幸せを願うならな。もう引き返せないのか。ちくしょう、転移魔法はやっぱり傷に響くな。お前に心配されるまでもない。さて、暖かなゆりかご、星の光喜びよ、お歌？今も見つめた瞳、共によ、恐れず夢から覚めても。この子守歌は。眠れや眠れ愛し子よ、お前がどうか夢の中導く光へと歩むように。まったく、歌なんか歌ってる場合か。こっちの気も知らねえで。行くぞお前たち。ご無事ですか、マレノア様。遅いぞリリア。なんだ？私と卵が危機に瀕しているというのに、どこで油を売っていたバカ者。愚か者、この役立たず。申し訳ありませんマレノア様。右大将リリア、敵に不覚を取り馳せ参じるのが遅れました。言い訳など聞きたくない。王宮近衛兵の面汚しめ。お許しください、マレノア様。うわ優しい歌声と正反対の怖いお姫様なんだぞ。言ったろ、心配なのは俺の命と城の方だって。ああ、音がうるさかったか。よしよし、いい子だ。せっかく共に昼寝をしようとしていたのに、役立たずどものせいで台無しだ。なあマレウス。マレウス、王子の名前だ。茨の国の王にふさわしい響きだろう。確かに良い響きですが、王子とはまだお世継ぎは雌雄の判別もついていませんよね。この卵の中で育っているのは絶対に王子だ。母である私にはわかる。レバーンによく似た美しいオスが生まれるに違いない。信じられない。僕は今若様の命名の瞬間に立ち会っている。ん？誰だその小わっぱどもは。丸い耳、人間か？睨まれただけで尻尾がブルッとしたんだぞ。人間ですが、彼らは敵ではありません。今回の遠征中に出会ったのですが、我が隊によく尽くしてくれました。お初にお目にかかります。セベク・ジグボルトと申します。シルバーと申します。殿下。許しもなくその口を開くな、人間ども。私の目を見るなど不敬の極み。ひざまずくがいい。
足が勝手に床に。マレノア様、お戯れはそこまでに。姫様の人間嫌いは相当なものだ。ここはおとなしくしているがいい。あなた様もヘンリクの銀のフクロウの狩猟の声は聞いていたでしょう。おお、先ほどの騒音はあの人間の仕業か。イノシシの鳴き声かと思ったぞ。耳障りでかなわないな。あと四半ときて銀のフクロウどもが城へ攻め入ってまいります。この城に残っている兵ではあれほどの大軍を退けることは難しい。大変無念ではございますが、今は退却を選択すべきかと。城塞も魔法石も我らの誇りですら、お世継ぎの命に比べればさまつなもの。姫、ご決断を。引けと申したか。この私が負けると、お前でなければ炎を一吹きして灰にしていたところだぞリリア。姫、奴らの狙いは私の杖に使われている魔法石プリンセスグロー、そしてこの卵だろう。人間風情が私に決闘を申し込むとは随分と思い上がったものだ。弱くもろく愚か。人間どもはよほど滅ぼされたいと見える。ならば望み通り食らわせてやろう。裁きの雷をな。お待ちください。あの姑息な男が何の策もなしに1対1で決闘などと言い出すわけがない。これは罠だ。くだらん。ゲーセンの策略など蹴散らしてくれよ。ああ、もうこのわがまま姫、こんな時くらい真面目に俺の言うことを聞け。ガキの頃城を抜け出して大騒ぎになった時も、女王陛下の杖にいたずらしてぶっ壊した時も、はるばる遠方から呼んだドラゴンとの見合いを台無しにした時もそう。俺がやめとけって言ったことで間違ってたことあったか。毎回女王陛下と元老院のジジイどもに大目玉食らってきただろうが、今回ばかりは選択を間違えれば取り返しがつかない。絶対に言うことを聞いてもらうぞ。お前が私にそんな口を聞くのは久しぶりじゃないか。だがやめておけと言いながらも、お前が私に手を貸さなかったことは一度もない。笑ってる場合じゃねえんだよ。分かってんのか。もうお前はやんちゃなおてんば娘じゃない。確かにお前は強い。この国の誰よりもな。だが万が一ってことがあるだろう。父親レバーンもいない今、お前に何かあったらこの子はどうなる。母親だからこそ行くのだ。私が決闘に応じれば人間どもの注意は私に集中する。その隙をついてお前たちは卵と共に脱出しろ。何言ってやがる。戦うのは俺たち近衛兵の仕事だ。右大将殿のおっしゃる通りです。姫をお守りできず何が近衛兵か。どこもかしこも傷だらけ。そのみすぼらしく弱った体でこの私を守る。笑わせるな。足手まといは下がっていろと言っているのだ。足元をうろちょろされてはうっかりお前たちごと焼き払ってしまいそうだからな。ほら分かったなら受け取れリリア。なんて乱暴なことしやがる。卵が割れたらどうすんだ。リリア、バウル、お前たちに勅命を下す。野原城を脱出し卵を黒林城へと届けよ。逆らうことは許さぬ。さあ行け。さあ行け。そんな命令聞けるわけねえだろ。俺が残る。だからマレノアはしつこいぞ。
将殿。私は行けと言った。聞こえなかったか？その命令だけは絶対に聞けない。この愚か者！あのやつ、自分の卵を抱えてるリリアに容赦なく攻撃魔法を当ててるんだぞ。若様の卵が！マレノア様、どうかお心をお静めください。どうするリリア？ここでその卵ごと命を散らすか？おやつ殿！人間風情が私の前に立つな！無礼者！シールだ。バカ野郎、なんで出てきた？もう見ていられません。お二人はお互いを思い合っているのに、なぜ争わなくてはならないのですか？どうかおやめください。お願いします。シルバ人間。姫様、何とぞ右大将殿の進言を聞き届けていただきたく存じます。頼むマレノア、決闘など受けるな。この城を捨てて逃げるんだ。もしレバーンもお前も失うことになれば、俺はどうしたらいい？くどいぞ。私は奴らに負けはしない。どれだけ数を集めようがことごとく焼き払ってくれよ。だが万が一私が戻らずともその子がいる。お前がいなくちゃこの卵は帰らない。その時はお前が返せ。無茶を言うな。ドラゴンは親の魔力と愛情でしか、真実の愛でしか返せないんだぞ。俺には親の愛情なんぞわからん。誰かを愛したことだって、そんな俺にこの卵を返せるわけがねえだろ。私を愛しているだろう。幼い頃に私に求婚したのは偽りか？はあ？求婚って200年以上前のガキの頃の話だろうが、なんで今そんな話を？お前はレバーンのことも愛していた。左大将であった我が夫と右大将であるお前が共に過ごした時間は夫婦よりも長い。愛する私たちの血を引く子をお前が愛さぬわけがない。そうだろうリリア？何をバカなことを。なんなんだぞ、ツタがいっぱい入ってきた。おいマレノア、バカなことを考えるのはやめろ。マレウスはいずれこの茨の国に暮らす妖精を明るく照らす吉星に、そして人間どもにとっては恐れるべき強制となるだろう。体に茨が巻きついて引きずられている。姫様、こんなことはおやめください。姫様！ダメだ、体が茨に押し流される。マレウス、私の愛しい子、頼んだぞリリ。夜の祝福あれ。やめろ。ダメだ、いくらマレノア！人間はまだ目が慣れないか。どうやら野原城の地下水路に押し流されたらしい。クソだね。おいパウル、この卵を預かってくれ。俺は上へ戻る。右大将殿、傷が。頼む、行かせてくれ。ここで行かなきゃ俺は今まで何のために。その傷では戻ったとて敵に人たちも浴びせられますまい。姫様の言う通り足手まといになるだけです。そして我ら王宮近衛隊にとってドラコニアご一族の勅命は絶対。戻れば姫様の裁きの雷が貴殿の身を貫くでしょう。
今すぐこの得体なんかやめてやる。こっちは雷なんか落とされ慣れてんだ。冷静になられよ。あなたが抱いている卵は茨の国の未来を背負う王だ。我らはお世継ぎをお守りし、国林城へたどり着かねばなりません。マレノア姫様を信じましょう。必ずや夜明けの騎士を打ち倒しお戻りになるはずです。姫様は我らが束になってもかなわぬほど強い、そう豪語されたのは右大将殿ではありませんか。お世継ぎは炎を吹くどころか一人で歩くことすらできない。このお方が今頼れるのは右大将殿、あなただけなのです。どうかこらえてください。くそ、ちくしょうちくしょうちくしょう。行くぞお前ら。この卵を国林城に届けるためにマレノア様からの勅命必ず果たしてみせる。はっ。現れたぞ、マレノアだ。天気が変わっていく。おやおや、銀のフクロウのヘンリーに夜明けの騎士、それに周辺諸国の皆様まで、まあお揃いで。一人で現れたということは夜明けの騎士との決闘に応じるということだな。決闘だと私がなぜ貴様らが勝手に決めたルールに従ってやらねばならぬ。勝手に我らの土地に上がり込む。森や川を荒らし、その上さらに城とプリンセスグローまで差し出せと思い上がるのも大概にしておけよ。奥深い貴様ら、このマレノアが裁きの雷を下してやろう。私に歯向かったことを後悔しながら無様に地をのたうち回るがよい。せっかく温情をかけてやったのに、やはり話が通じる相手ではなかったか。思った通り、怒りに任せて先に手を出してきたな。感触持ちの邪悪な魔女めが、いかにドラゴンといえどこれだけの大軍に勝ち目はあるまい。さらにこちらには夜明けの騎士がいる。さあ行け、夜明けの騎士よ。あれに見える悪の支配者を打ち倒し、我らに平和をもたらすのだ。守護妖精よ、我に力を。滅ぼしてやるぞ。ここに集まった愚か者どもを一人残らずだ。かかってこいや。まだ倒れるな。まだだ。正面から攻める。まだ倒れるな。降伏するなら今だぞ。
まだだ。まだ倒れるな。まだだ。報復するなら今だぞ。まだだ。まだだ。負けるわけにはいかない。なんだ。マレノア様が上で派手にやっていやがるんだ。急ぐぞ。崩れたらまずい。監督船無事か。急に上から岩が降ってきたんだぞ。上を見ろ。地下水路の天井に大きな穴が。くそ、まずいぞ。水路が塞がれた。ここからは地上に出るしか。何事だ。何かが降ってきたぞ。白い鎧、金の髪。お前は夜明けの騎士。マレノア様の一撃を食らい、ここまで吹き飛ばされたのか。お前たちは。大きな魔石、コウモリの面。貴殿はもしや茨の国の右大将バンルージュ。その玉、まさか。お下がりください、右大将殿。ここは私が。またすげえ揺れが。天井が崩れるぞ。くそ。右大将殿とお世継ぎが瓦礫の下敷きに。そんな。親下のマルース様。オーロラ色の光は。守護妖精よ、我に力を。はあ。しっかりするんだ。卵は無事か。夜明けの騎士。なぜ、どうして俺を助けた。夜明けの騎士の鉄面が。その顔は。どういうことなんだぞ。シルバーと夜明けの騎士、同じ顔してるんだぞ。この指輪は私が幼い頃守護妖精に授かったもの。世界に二つとないはずだ。君は一体何者だ。俺は話をしている時間はなさそうだ。天陸教がその卵を狙っている。
他の者に見つかる前に行け、早く。はあ。敵に情けをかけられるとは。夜明けの騎士め、何を考えている。なんだっていい、進むぞ。敵に見つかる前に森に入る。遅れるな、シルバー。シルバあの顔、あの指輪。その指輪は、わしがまだ赤子であったお主を見つけた際に、首にかけてあったもの。この宝石を見よ。シルバー、お主の瞳と同じ、曇り一つないオーロラ色じゃ。この宝石のように、我が子の瞳が悲しみに曇ることがないように、そんな切なる祈りを、お主の両親はこの指輪に託したに違いない。まさか俺の血のつながった肉親とは。金のフクロウの夜明けの騎士の。嘘だ、嘘だ。なんだこいつら。見たこともない量の闇が現れたんだぞ。シルバーの感情に引き寄せられたか。気を強く持て、シルバー、シルバー。シルバーが取り込まれちまったぞ。何なんだあいつら。パウル様、リリア様、奴らの相手は我らが。どうぞ先に森へ。シルバーと共に必ずや追いつきます。しかし大丈夫です、早く。やべえ、すっかり闇に取り囲まれちまったんだぞ。シルバーを引き戻す。監督生グリム、手を貸してくれ。くそ、倒しても湧いてくる。もうダメなんだぞ。親父殿、あなたは知っていたんですか。この指輪の持ち主が夜明けの騎士だったことを。夜明けの騎士は茨の国の親父殿の敵で、マレフス様のご両親の敵で、俺はその敵の誰かが泣いている。この声は。ここは。ここに来るのはもう300、いや400年ぶりくらいになるか。ようやく周辺諸国との平和条約が調印に至り、緑ヶ原に再び訪れることができた。ここまで来るのに随分長い時間がかかってしまった。本当にこの声は親父殿。野原城は足を踏み入れれば呪われる廃城と噂されているというが、かすかに昼の妖精の魔法の残滓を感じる。人が寄りつかないよう魔法を施したか。親父殿、俺の姿が見えていない。これはもしかして
親父殿の心の中にある風景の一部か。これは赤ん坊の泣き声。玉座の間の方からじゃ。行ってみるか。赤ん坊、しかも人間ではないか。どうしてこんなところに。この指輪は。まさかこの赤ん坊は俺か。いやでも髪の色が違う。しかしこの瞳の色はやっぱり日の光のような金の髪。そしてこの指輪。お主、まさか夜明けの騎士の。いや、ありえん。この城がヘンリクの手に渡ってすぐに資源や土地の所有権をめぐり再び争いが起きた。夜明けの騎士や妻レイヤも確かその混乱の中で。ゆりかごよ、ちとお主の記憶を見せてくれるか。すべては過ぎ去る日のように。どこへ向かうも瞬きの間よ。ファークライ・クレイトル。この魔法は親父殿のユニーク魔法。物に刻まれた記憶を少しだけ再生できると言っていたような。ああ、敵がもうすぐそこまで迫っています。夜明けの騎士と謳われた王杯殿下も亡き今、城の陥落は目前でしょう。剣の国はもはやここまで。レイヤ女王様、早くお逃げになって。王子様は私たちが守りますわ。さあ王子様、あなたは悲しい戦いが終わるまでしばらくの間かわいい眠りにつくのです。大丈夫。この指輪は私たちの魔法の力を強めてくれる。魔法が解けるまでずっとこの愛らしい姿のまま幸せな夢を見ていられるわ。10年でも100年でも。そう。そして王子様を心から愛してくれる人が現れた時、この魔法は解けて眠りから覚めるの。ええ、きっと戦いのない平和な世界で。そうか。両親と守護妖精たちが滅びの炎からお前を守ったのだな。国がついえたその日からずっとゆりかごの中で本当に愛してくれる人を待ち続けていたのか。しかし時が経ち、守護妖精たちの魔法もほころびたのだろう。夜明けの騎士の子、レバーンとマレのあの仇、いっそここでこの手で。はあ、そんなことをすればマレウスに顔向けできんな。あやつに人間を愛せと隣人と共に歩めと説くのなら、わしもそうせねばならんじゃろう。それにあの日夜明けの騎士が見逃してくれなかったら、わしはマレウスすら失っていた。人間を愛せるだろうか、この俺に。やめてください。
親父殿、俺はあなたに愛されていい存在じゃない。やめろ、泣くな。お前に泣く資格なんかないんだ。よしよし、そんなに泣くな。こんな小さな体でよくぞ長き孤独に耐えた。よいセット。案外どっしりしておるな。マレウスが帰った日のことを思い出す。まるで昨日のことのようじゃ。自分の命と引き換えにしても我が子だけはと願うのは、妖精も人間も同じか。夜明けの子よ、今日が新たなお主の誕生日じゃ。よってお主に祝福を授けよう。夜の祝福あれ。髪か。おや、髪の色が金から金に。もしかすると夜明けの騎士の日の光のように輝く髪は昼の眷属の祝福によるものであったのかもしれんな。お前の髪はわしの祝福で月の光を灯したようじゃ。ちょうどよい。金色の髪をした人間は茨の谷ではちと目立つ。久しぶりに泣いて疲れたか？お主名前は？ゆりかごにも指輪にもどこにも記されておらんようじゃ。月の光、金色。よし、決めたぞ。シルバー。今日からお主はシルバーじゃ。闇夜を照らす月。その銀の光がお前の道行きを照らすであろう。信じられない。じゃあ俺の実の両親は夜明けの騎士とレイヤ女王なのか。そんな、どうしてこんな真実を俺に。放っておいてくれ。これ以上俺をどこへ引きずり込もうというんだ。頼むから一人にしてくれ。この家は、この景色は、俺と親父殿が過ごした森の家だ。眠れや眠れ愛し子よ、お前がどうか夢の中導く光へと歩むように。この歌は昔親父殿がよく歌ってくれた子守歌。リリア、入るぞ。マレウス様。お前がどこかから人間の赤子を拾ってきたと森の妖精たちが噂していたが。しっ、今ちょうど寝たところなんじゃ。静かに。なんだその裸の猿のような生き物は。噂の赤子じゃよ。名をシルバーという。どうじゃ、愛らしいじゃろ。愛らしい。これがちょうど良いところに来た。わしはちょっくら買い物に行ってくる。
少しの間シルバーを見ていてくれ。は？これ？僕が？人間の赤ん坊は妖精と違って花の蜜では育たんらしい。粉ミルクなるものを飲ませろと本に書いてあってな。乳なのに粉とはどんなものか想像もつかないんじゃが、この辺じゃ手に入らんから人間用の品が売っている店まで行ってくる。待てリリア、こんな小さな生き物僕が触ったら壊してしまうぞ。大丈夫じゃん。優しく撫でながら子守歌を歌ってやれば泣いていてもコロッと眠る。すぐに戻るゆえ頼んだぞ。おいリリア、まずい、目を覚ましたか。なんてうるさい鳴き声だ。子守歌を歌えば眠るだと僕が子守歌など知っているわけが。いや待てよ、一曲だけなら僕も知っている。本当に寝た。リリア、早く帰ってきてくれ。それにしても僕はどこでこの子守歌を聞いたのだ。もう覚えていないが、乳母の誰かが歌っていたのだろうか。マレウス様。リリア、シルバーをどこで拾ってきたんだ？アンヤの森の奥じゃ。散歩をしていたら偶然見つけての。アンヤの森には魔獣や肉食獣がうろついている。どうしてそんなところにわざわざ？本当にたまたまじゃよ。見捨ててはおけんじゃろ。お前が育てずとも人間の国に預けてしまえばよかったもの。お主の父レバーンがよく言っていた。我々妖精はもっと人間を知り、妖精のことも人間に知ってもらわねばならないと。人間にも通じる共通語を率先して学び、わしらに教えたのもレバーンだった。わしはシルバーを通してもっと人間のことを学びたい。そして知りたい。わしが本当に心から人間を愛せるかどうかを。もし愛せなかったらどうする？そう結論を急ぐな。時間はまだまだある。ここはまた森の家の風景。もう見たくない。どうしてこんな。おれシルバー、あーんじゃあーん。父の次はくたくたに煮詰めた穀類や野菜だけ。本当にこれでちゃんと育つのか？人間の育て方の本にそう書いてあったのだろう。妖精である僕らが余計なことはしない方がいい。でもお主は幼体の頃から骨付き肉やら魚やらを山ほど食べておったし。僕はドラゴンだぞ。か弱い人間と一緒にするな。腹が減ったら泣き、腹いっぱいになったら寝る。赤ん坊はドラゴンも人間も似たようなもんじゃ。おお、ペロッと一皿平らげた。うまかったかシルバー。よしよし、いい子じゃ。たくさん食べて寝て大きく育てよ。しかし毎日同じ味ばかりでは飽きてしまわんか？次はもう少しアレンジして栄養がつくと言われている鎧ネズミの肉や黒い森の粉もスープに混ぜてやるべきじゃろうか。それはやめておけ。城から定期的に赤子用の食料を運ばせよう。お前だけに任せておくのは少々不安だ。おう？人間を嫌っていたお前がどういう心境の変化じゃん？この赤子が弱れば
お前が悲しむ。違うのか？お前は優しいな、マレウス。親父のマレウス様、俺は誇りもなく現れたが、消えろ。トトここじゃシルバー。珍しいな、お主がそんな大声を出して。トト見てこれ。おお、これは立派などんぐりの腕輪じゃ。大きくて形が揃っていてツヤツヤで。さてはお主、どんぐり拾いの天才か？リスたちと一緒に集めたんだ。キツツキも糸を通すのを手伝ってくれて、これトトにあげる。わしに？どんぐりのお守りを持ってると元気で長生きできるんだってカシの木の妖精たちが教えてくれたんだ。トトずっと元気でいて、それでずーっと一緒にいようね。わしの長寿を祈ってくれるのか、人間であるお主が。トトどうしたの？どこか痛いの？なんでもない。こちらにおいで。トトそんなにギュッとされたら苦しいよ。最高の贈り物じゃ。このお守りがあればあと1000年は生きられそうな気がしてくる。ありがとう。大好きトト。わしもじゃよ、シルバー。あのどんぐりのブレスレット、寮で部屋を片付けている時に見つけた。あれは俺が送ったものだったのか。すっかり忘れていた。これはわしが過去に賜ったもので一番価値のあるものだ。捨てるなんてとんでもない。マレウスですら羨んだお宝じゃぞ。ボロボロになったどんぐりなんて価値があるわけがない。なのにどうしてあなたはあんな嘘を。シルバー？どこじゃシルバー？こんな雨の夜に家を飛び出すとは。あやつそんなにショックだったのか？わしと血がつながっていないことがもうとっくに気づいているものだとばかり。いや違うな。うやむやにしていたのはわしじゃ。真実を伝えてシルバーが悲しむ顔を見る勇気がなかっただけか。いつの間にわしはこんなに。とにかく一刻も早くあやつを見つけ出さなくては。シルバー、返事をしろシルバー。血がつながっていなくても俺はずっとあなたの息子だと思って生きてきました。でももうあなたの息子だなんて名乗れない。心から愛せるわけがない。銀のフクロウの夜明けの騎士の子供だなんて愛せるわけがないんだ。もう歩けない。歩きたくない。ごめんなさい親父殿。マレウス様、俺の夢はいつか
あなたたちを守れる騎士になることでした。でもその夢はもうこんなところにいたのか。この声は。やっと見つけたぞ。夜明けの騎士。違います。俺はこの姿はなんで。よくも稀の後レバーンを。お前だけは俺がこの手で。親父殿、俺は。お前に親父などと呼ばれる筋合いはない。人間。弱い者いじめの趣味はね。覚悟ができているなら武器を取れ。分かった。異論はない。仕上げだ。身の程を知れ。遅いんだよ。終わりだ。笑そうしよう。ギャーギャーわめくな。足をして目を上げるんじゃねえぞ。いい。そうしよう。無理をしてもいい。仕上げだ。手加減はしない。遅いんだよ。終わりだ。めんどくせえな。異論いいだろう。無理をしてもいい。無理をしてもいいことは。ギャーギャーわめくな。めんどくせえな。これでどうだ。後悔がないならいい。無理をしてもいい。無理をしてもいいことはない。手加減はしない。遅いんだよ。受けてみろ。たく生き急ぎやがって。さすがは銀の袋一と歌われるだけあるな。だがまだまだ。やめてください。俺はあなたと戦いたくない。もう二度とあなたの前には姿を現しませんから。何を今さら。時間は戻らない。もう遅い。はあ。さあ、お前もマレノアたちの元へ送ってやる。覚悟しろ。親父殿の姿が黒く溶けていく。そうか、あれは俺の心が作り出した闇、悪夢か。疲れた闇よ、俺を沈めてくれ。もっと深い覚めない眠りに。立て。この声は立ち上がるのだ。親父殿。敵に背を向けて逃げても構わぬ。掟破りの卑怯な手を使っても構わぬ。ただ一つ、生きることを諦めるな。立て、シルバー。己の足で。見事じゃ、シルバー。それでこそこの声も俺が都合よく作り出した幻なのか。俺はどうしたらいい。去れ。貴様らに構っている暇はない。なんだ、暗闇に光が。
景色が変わったんだぞ。あれはリリア様が住んでいらした森の家だ。つまりこれはリリア様の夢の一部か。わしがお主の孫に武術の稽古を？はい。この声はリリア様とおじい様？娘夫婦の長男と長女は武術に興味を示さなかったのですが、最近生まれた末の子が将来私のように王宮近衛隊に入りたいから稽古をつけてほしいと。なるほどな。しかしなぜわしに、現役で近衛隊の顧問を務めているお主が稽古をつけてやればよかろう。いえ、身内だとどうしてもなんというか。手心を加えてしまうか。お主らしいな。わかった。その役目引き受けようではないか。ありがとうございます、右大将殿。おいバウル、わしが右大将を退いてから何百年経ってると思っとるんじゃ。申し訳ありません。昔の癖でつい。わしの後継をお主が務め、そのお主もすでに引退して顧問をやっとるというのにして、その末の子というのは何歳になる？今年で7つになります。7つか。うちで預かっている子供がちょうど同じくらいの年じゃ。きっと良い練習相手になるじゃろう。名は？セベクと申します。セベクか。凛々しい名じゃ。お主の孫だからといって甘やかしはせんぞ。ビシバシ行かせてもらう。はい、鍛えてやってください。お主の娘が結婚相手に人間を連れてきた時はどうなることかと思ったが、お主も丸くなったもんじゃのう。私はまだあの軟弱な人間の男を認めたわけではありません。ただ孫に罪はありませんので。おじい様、読書、養成語、そしてリリア様への弟子入り、おじい様や家族の支えがあって今の僕がある。それはきっとあいつも同じはずなんだ。どこにいるんだシルバー。どこもかしこも真っ暗で何も見えねえんだぞ。シルバーのやつどこに行っちまったんだ？古文は下がってるんだぞ。見渡す限り真っ暗だ。ここは一体どこなのだろう。いや、立ち止まっている時間などない。早くシルバーを見つけ出しリリア様たちを追いかけなくては。この辺りにシルバーの姿は見当たらないな。シルバーは夜明けの騎士の顔を見たことで闇に飲まれたようだが、あの二人本当に顔が似ていた。まさか夜明けの騎士はシルバーの遠い祖先なのか。それとも、いや、僕が考えても仕方がないことだな。リリア様とシルバーは師弟であり家族だ。分かっているのはそれだけでいい。少し歩いただけですぐ闇が襲ってくるんだぞ。僕はだんだん腹が立ってきた。シルバーめ、あいつは茨の谷の伝説の英雄と謳われた右大将殿におしべを変えさせていたのだぞ。リリア様は僕の父に何度も人間の育て方について教えを請いに来たそうだ。晩から朝まで2時間と空けずに泣くんじゃ。どこか悪いのか。最近シルバーが何をしても嫌々と泣く。どうすればいい。あの天下無双の近衛隊右大将が右も左もわからん人間の子育てに悪戦苦闘なされて、それでもずっと一緒にいた。17年も。なのにあいつはなんで。やはり一言ガツンと言ってやらねば気が済まん。シルバー、貴様どこにいる。さっさと出てこい。おいお前たち、今何か言ったか。え？俺様たちは何も言ってねえんだぞ。空耳か。それにしては嫌にはっきり。注意深く周囲を探ってみるとするか。監督生、危ない。なんだ？
闇だ。構えろ二人とも。後ろからこっそり来るなんて、なんて卑怯な奴らなんだぞ。あの程度気づけて当然だ。ここは敵陣真っ只中。気を抜くんじゃないぞ。シルバー、どこにいる？シルバおいセベク、そんな大声出したら。ほら見ろ、闇が寄ってきちまったんだぞ。しかしこう暗くてはお互いを見失いかねんな。なら迷子にならねえように前足をつないでてやろうか。いらん。貴様ら二人で勝手に繋いでおけ。監督生、なんで急に僕の手を握って。手が塞がっていてはもしもの時にとっさの対応ができんだろ。甘えるのも大概に。うわあ、闇？まさか今僕の手を握ったのは貴様か。気色悪い。吹き飛ばしてくれる。てやっ。もうヘトヘトなんだぞ。シルバーのやつどこにいるんだ？テーブルの上にあるスプーンを魔法で引き寄せてみよう。こうスッとしてバッって感じじゃ。スッとしてバスプーンめ動けお主らもっと肩の力を抜け。魔法に力はいらぬ。まずダラーンとして、次にスッからのバッ。何を笑っておるのじゃマリウス。いや、お前の教え方は昔から変わらないな。感覚的すぎて僕も理解するのに苦労した。シルバー、セベク、僕と同じようにしてみろ。呼吸を整えて手を前にかざし、スプーンに糸をかけるところを頭の中でイメージする。魔力の糸がスプーンにかかったら一気に手繰り寄せる。川で魚を釣り上げるのと同じだ。手を前にかざしてスプーンに糸をかけるイメージ、そして魚を釣り上げるように。来い。できた。魔法でスプーンを引き寄せられました。何？ありがとうございますマレウス様。僕は何もしていない。見ていてくださいマレウス様。僕も成功させてみせます。これセベク、だから力むなと言うておろうが。結局僕が自覚的に魔法を使えるようになったのはこれから1年半ほど後のことだ。それでもリリア様は根気強く稽古をつけてくださった。たまにリリア様を訪ねていらっしゃる若様も僕たちを見守ってくださってこんなところで終わらせはしないぞ絶対に。そこだ。てや勝負あり。シルバー一本。ありがとうございました。大丈夫かセベク。うるさい。もう一回だ。すぐにお前から一本取れるようになってやるんだからな。その息じゃセベク。鍛錬を始めたばかりなのにそれだけ動けていれば大したものだぞ。お前は祖父に似て筋がいい。本当ですか？セベク、もう一回だ。次も負けない。望むところだ。行くぞ。結局僕がシルバーに勝てたのは数えるほどだ。このままあいつにいなくなられては勝ち越されてしまう。早く見つけなくては。ああ、全然シルバーが見つけられないんだぞ。シルバーのやつ
夜明けの騎士と顔がそっくりだったのがそんなにショックだったのか？俺様だって学園に入学してからしょっちゅうタヌキや猫に間違われてるんだぞ。顔が似てるくらいでそんなに落ち込むことねえのに。他人の空にという可能性もあるが、夜明けの騎士はシルバーと同じ指輪を所持していた。リリア様に拾われた時所持していたものらしいが、何らかのつながりがあると考えていいだろうな。でもよ、夜明けの騎士って何百年も昔の人間だろ？そんなも昔のこと気にしてたらキリがねえんだぞ。だがリリア様やおじい様、そしてマレウス様にとって夜明けの騎士は過去の人間ではないのかもしれない。リリア様の夢を訪れてから僕もずっと考えていた。僕の父の遠い祖先もきっとだから少しだけ奴の気持ちもわかる。しかしだからといって自分を責める必要などない。リリア様のお気持ちを考えればなおさらだ。暗い場所に閉じこもってうじうじしている暇はない。さっさとシルバーを見つけて喝を入れねば。へへんだ。俺様もうお前らなんか怖くないもんね。何か聞こえる。ん？かすかに音が聞こえるんだ。動物、いや赤ん坊の鳴き声か。本当に聞こえるんだぞ。でもこんなとこに赤ん坊なんているわけねえだろう。そうだとしても何か手がかりになるかもしれない。声は進行方向から聞こえてくる。進むぞ。どんどん声が近くなる。どこだ？どこにいる？あ、遠くの方でなんかピカッと光ったんだぞ。何？あのオーロラ色の光は。シルバー！おい、しっかりしろ！僕の声が聞こえていないのか？やべえ、あいつ闇に取り囲まれちまってるんだぞ。わっ！俺様たちの周りにもいっぱい闇が出てきたんだぞ。貴様らに構っている時間などない！ストール！どけー！おお！見ろ！シルバーが闇に飲み込まれちまう。もう頭の先っぽしか出てねえんだぞ。シルバー！目を覚ませシルバー！くそ！あんなに遠くては魔法も届かない。あの技を使うしかないか。離れているお前たち、感電するぞ。感電？古文逃げるんだぞ。点をつけ大紅葉リビングボルト！何も考えたくない。闇に溶ければ。シルバー！いい加減目を覚ませ！この寝ぼすけが！見つけたぞ貴様。この声はセベク。見つけたぞ貴様。この声はセベク。
やはり僕はまだこのユニーク魔法を使いこなせていないな。まだ体に雷が残って。どうしてここに。これも夢か。夢だとふざけるな。正真正銘本物のセベク・ジグボルトだ。ふぬけた貴様を連れ戻しに来たぞ。貴様が言ったのだシルバー。必ずや若様の魔法を打破し、リリア様を間抜けな学友どもを若様を解放するのだと。その言葉をたがえるのかシルバー。でもきっと親父殿、マレウス様は俺のことを憎んでいる。なんだと。夢の中で真実を知った。俺はヘンリクの妹であるレイヤと夜明けの騎士の間に生まれた子供、親父殿とマレウス様の仇の子だったんだ。もうお二人に合わせる顔がない。仇と瓜二つに育った俺を親父殿は一体どんな気持ちで。仇の子など愛せるはずがない。憎んでいないはずがない。そうだろうバカ者。貴様のことは常々バカだと思っていたが、まさかここまでとはな。たとえ言葉を尽くしても今の貴様には理解できないだろう。武器を取れシルバー。やめてくれセベク。俺はもう誰も傷つけたくない。なんと情けない姿だ。こんな男が僕の兄弟子とは。失望したぞ。今の貴様の様子をリリア様が知れば悲しまれるに違いない。せめてもの情けだ。これ以上の醜態を晒す前にこの僕が成敗してくれよ。分かった。それでお前の気が済むのならいざ勝負。はあ。丸飲みにしてやろう。覚悟ができているなら武器を取れ。異論そうしよう。少子千番足をして行くぞ。無駄なこといい。分かった。話しないぞ。骨も足をして興ざめだ。効果そうしよう。俺も少子千番手加減はしない。行くぞ。これでどうだ。無礼者め。いい。異論はない。話しないぞ。俺の骨も見抜けるし感謝せ。また一つ強くなれた。セベクたちにやっと追いついたんだぞ。セベクのやついきなりビカビカってなったと思ったらズババーっと一人で先に行っちまいやがって。これで終わりだ。くらえ。はあ。あ勝負あったなシルバー。僕の負けだ。ああ、俺はなんてことを。最後の一撃わざと受けたのかセベク。わざとだと貴様。このアホが。僕は負けるつもりだと毛頭なかった。
今度こそ貴様に干渉してやるつもりで本気で戦ったんだ。でも勝てなかった。ちくしょう、こんな悔しいことがあるか。セベク、すまない。体が勝手に。それほどの強さを持ちながら愛されていなかっただと？憎まれていただと？僕を、リリア様をバカにするのも大概にしろ！憎き仇の子だと言うなら、何も与えず何も教えずくどんな臆病者に育て小遣いにでもすればいい。だが貴様はどうだ。孤立無縁でも希望を捨てることなく立ち上がった。王のご乱心にも臆さず意見した。絶望の暗闇の中にあっても戦い続けた。貴様をこれほど強い男に育てたのは誰だ？リリア様だろうが！なぜわからない？なぜ疑う？お前はとっくに知っているはずだ。お前の持つ強さをリリア様の愛と呼ばず何と呼ぶのだ。僕たちの師匠を二度と苦労するな、シルバー。そうだ、暗闇の中でもずっと聞こえていた盾。諦めるな、生きろと。親父殿の声が全部幻だと思っていたけれど、今やっと分かった。あの教えこそ親父殿が俺を愛してくれた証。夢でも幻でもない真実だ。ようやく理解したようだな。それでお前はどうしたい？俺は幼い頃から親父殿とマレウス様を守る騎士になるのが夢だった。その夢を叶えたい。悪い夢を終わらせてお二人の笑顔を取り戻す。俺はもう二度と迷わないぞ。どうか覚えておいてほしい、セベク。その言葉たがえるなよ。おいシルバー、おめえの服の中また光ってるんだぞ。この光は。あなたは。みんな無事か？ここどこなんだぞ。この風景間違いない。僕たちが闇に飲まれた場所だ。戻ってきたぞ。親父殿たちはどこへ？暗夜の森へ向かわれたはずだが。みんな地面を見ろ。この鉄火の跡は。銀のフクロウの。親父殿たちが危ない。急いで追うぞ。